さて余計な要素は一切省き、エンドゲームのみに特化した新たなディアブロライクが登場とのことで、今回はジ・エターナルハントの紹介を行います。こちら前置きとして現状はまだ骨組みのような状態です。早期アクセスですがストアページにはクローズドベータ段階とあります。価格の値下げは定期的に行われるとのことで応援したい人が買ってくださいという内容です。ということから不具合が多く操作面も良くない部分も多々ありますが、それでもどんな内容なのか実際にプレイしてまとめました。まずこの作品はディアブロ系のハクスラゲーです。とにかく敵を倒しまくり、レアな装備を集め、独自の最強キャラを作ることを楽しむ内容です。ディアブロライクの人気作はパスオブエグザイルであり、昨年末に2作目が早期アクセスを開始しました。大きく遊び方を変えようとする試みが行われており、1作目ほどの評判はまだ得られておらず、改善が続けられています。一方本家の最新作ディアブロ4は落ち着き気味で、最近は新しいシステム追加はそこまでされていません。結構出来上がっています。次の DLC が出るまでは3ヶ月ごとの暫定システムが追加されるシーズンを回してる段階にはなっています。よってディアブロライクの熱は今は世界的に落ち着いてる感もあります。Steam2 番人気のラストエポックがそろそろ次シーズンが始まるため、そこで多少の盛り上がりはあるかもしれませんが、何よりもパスオブエグザイル2を遊びすぎて燃え尽きてしまった人が結構出てしまったのが大きく、現状は療養中の人が多そうです。とはいえディアブロライクはコアゲーマーがたどり着く一つの行き先でもあるため、いずれまたうずうずして遊びたくなるというのも定番です。これは面白そうと思える引き金ともなる新たな仕組みが開発されたら、また世界的な熱もやってくることでしょう。無限に時間が解けるというのがディアブロライクの魅力です。そんなさなかインディー規模では少しずつディアブロライクな作品は登場しており、今作ジ・エターナルハントもその中の一作品です。最近はバンサバとミックスしたようなものも増えておりますが、ジ・エターナルハントはエンドゲームに特化したディアブロライクという点で特徴を出してきました。世の人気作はいかに早くエンドゲームに行くかが肝ともなり、言ってしまえば最後に到達するまでの段階は飛ばしたいという要望もあります。シーズン制でなおかつレベリング途中で得た装備が無駄になってしまう作りの場合は、そういう声も上がりやすいです。ここら辺本家のディアブロではうまく対処がなされています。ディアブロ2では育成段階でもエンドゲーム用や育成用、あるいはギャンブル用といった場面に応じて利用できる何かと用途のある強力な装備を途中で得られます。またディアブロ3ではアイテムレベルを上げられる仕組みや、ディアブロ4はレジェンダリー能力を保管できるシステムがあります。ではジ・エターナルハントはエンドゲーム特化ということで、いきなり最終装備がドロップする段階なのかというと、そういうわけではなさそうです。レベルは1から育成します。おそらくキャンペーンモードといったストーリー的な要素はほぼなく、狩りのみに集中できるという点をエンドゲーム特化とかけていそうです。作り的には暗闇カリバという超ミニマムなディアブロライクと同じ方向性を目指されていそうです。さっと戦闘に出撃し、装備を集め報酬を得てレベルアップし、スキルポイントを割り振り強化する、それだけをひたすら繰り返します。育成特化ハクスラです。暗闇カリバと異なる点は、美術面がディアブロ寄りなのと、クラスが結構あるため構成の幅は広くなりそうです。4クラスからさらに3つに派生し、サブクラス的なものもあります。他にクラフト周りがモッドで大規模拡張したディアブロ2みたいな仕組みになっていそうです。クラフト用の素材っぽいものが大量に入手でき、それを組み合わせ装備を強化できます。あとは序盤からいきなりルーンがたくさん入手でき、ディアブロ2系のルーンワードもありそうです。またスキルツリーはラストエポックにも近いものがあります。パッシブとアクティブは別々で、アクティブはスキル内スキルツリーがあります。スキルの性質変化が行えます。ただし現状はほぼ未実装で、今回使ったバーバリアンは定番の回転するワールウィンドしかスキル内スキルツリーはありませんでした。またパッシブスキルツリーはたくさんあるように見えますが、現状は属性ごとに暫定的に散りばめているだけの印象です。そこまで特殊な内容のものはありません。あとはこちらが強くなるにつれ、ダンジョンもどんどん難しくして報酬を高める仕組みも用意されています。その他オークションハウスがあり、他プレイヤーとトレードでき、リーダーボードで競うこともできます。といったハクスラゲーとしてはとても面白そうな仕組みは現状骨組みとして組み込まれていますが、今は不具合が多く操作も非常にしがたいです。アイテムが平気で増殖したりします。プロモーションムービーでは2026年に正式版を予定しているそうですが、今の開
開発度とソロ開発者とのことで、今後何年もまだまだかかりそうな印象です。応援したいと感じた方はチェックしてみてはいかがでしょうか。早期アクセス開始日は2025年7月15日で、価格は現在 15% 割引の2890円です。というわけで、一体どんなゲームシステムなのか、実際にプレイした様子をギュッとまとめたので、どうぞご覧ください。それでは始めていきましょう。The Eternal Hand。まずはキャラクター作成ですかね。クリエイト。お、さあ、ディアブロライクかと思いきや、焚き火が画面中央にありませんね。代わりに暖炉が左にある。現状キャラクター4人かな。一番左はパイロマンサー。さらにそこからクラスを選べる。と思いきや、今んところ一番上だけのようですね。他には、こいつアサシンかな。アーチャーだね。弓使いだ。そして、バーバリアン。痩せ型バーバリアンだね。最後はサモナー。召喚使いか。じゃあここは、どうしようかな。バーバリアンで行ってみようか。プレイスタイルにサブクラススキルってありますね。バーバリアンからさらにサブが存在するのか。ワールウィンド。普通のバーバリアンの技には見えるけど、よく見るね。作りましょう。で、この画面に戻ってくる。アドベンチャーアリーナにサンクチュアリってありますが、まずは上のようですね。さあ始まった。街かな。画質的には、ディアブロ2よりはちょっと良いみたいな感じですかね。見た目、テクスチャーの感じとかも。クエスト、はじめ一番上をこなす。ストーリーはほぼないっていう話なんで。で、パッシブ、トゥリーチュートリアル。これはなんかトレンの一つ。スキルポイント1ってあるね。リセットにはコストがかかるのかな。お金。で、何かから始められるのかこれは。お、上の方にもある。だいたい5つあるっぽいね。こんな感じで。そこから広がっていくのかな。真ん中のこれ何？スキルイズロックド。ロックされてる。まだ取れない。どれが取れるんだ？一番下のこれは？色がついてるね。こっから取っていけるんだ。これはフィジカルダメージアップ。他には、フラットフィジカルダメージ？平均的な？これ出血系ですね。ブリードダメージ。他になんか上にあるぞ。あれ？まさか？違うスキルツリーもあんのこれ。なんと、一つだけかと思いきや、どんだけあるんだこれ。あらららら？めちゃめちゃある。実は。ミニオンとかあるけど、これ全部バーバリアン用なのかな？を試して一回リセットしてみよう。で、取ってみようか。ファイヤーダメージアップ。取れるね。問題なく。なるほど。そして、コーデックス。これは、データベース的な話か。バーバリアンスキル、ウォーリアースキルってのあるね。これ一個取っちゃったよ。キャンセルしたいけど。バーバリアンじゃなくてこっちはサブクラスなのかな。ストームボーラー。雷系1234はちょっと使いにくいからね。ASDF あたりに変えよう。セッティングで。コントロール。デフォルトの S 設定が変更できないな。S が使えない？で、装備画面ですが、おなじみ、恒例のスワップウェポンありだね。で、ルートペット、鶏が拾ってくれるアイテム、チキン、出てきた。わー、チキンだー。あとはルートフィルターもありますと。現状はまだいいか。じゃあ早速、外に出たいけど、これはとりあえず無視してね。アリーナを開始する。これかな？ノーマルモード。ここでいいんですかね。いきなり始まった。攻撃するには、レフトクリック？ちょっと移動しちゃうね。その場で切るわ。ライトクリックで切るか。よし、来まくれ。これは、廃攻撃になってないのかな？で、鶏拾ってくれてる？一瞬で終わって。街の人が出てきた。拾ってくれてませんね、鶏。どうしたお前。拾ってくれんじゃないの？俺拾え。拾わないな。役に立たないぞ、この鶏。なんか設定が間違ってんのかな？と装備しよう。ショルダーガード、パンツ、レギングス。比較はシフト。右が装備中かな？さらに指は、コールド耐性。意外にルーンがありますね。ともきはシンプルチャームだ。他にこれなんだ？レリック。ソケットがありますね。ルーンワードもあるっぽいんですけどね、このゲーム。ルートペット。どうやら素材を拾うのかな？装備品は拾わずにね。というわけで次行こう。次はどれだ？エリートウェーブ。よし、エリート。やばい。せい。いや、ポーション使ったけど、たまらずに。ボーラ使っていこう、ボーラ。なんだ？レベルアップした今。演出が派手でしたね。おら、この野郎。ヒーローのチャンピオン系もいるけど。レベルはどんどん上がりますね。さあ、倒した。これは展開早いな。確かにね。さあ、黄色装備。ワンドか。で、これ何これ？リワード？
まずはステータス割り振りだ。何ポイント割り振れるんだ？あ、1レベルで5ポイントかな。力に器用さ。あとはヒットポイント。とりあえずこれでいいか。詳細ステータス。さらにパッシブ取っていこう。雷系。同じものは2つ取るとかそういうことはないのかな。さらに、ストームボーラー。取りたいけど、4レベル必要って言われね。次取るには。じゃあ左取るか。クラッシングブロー。これ何これ？マニュスクリプト。なんか出てきたよ。これはまさか、ラストエポック形態ですか？スキルの性質変化が可能になる。ワールウィンドウのね。ぽいけれど。これなんだこれ？現状ワールウィンドウしかないの？他はまだビジストみたいな話なのかな？その可能性あるね。で、ちょっと施設見てみようか。ウェポンスミス。武器を磨けんの？素材でなんかできるっぽいけど。現状はちょっとわかりませんね。あ、ここに設定できるんだ。で、いろいろ拾ってますね。ルーン。適当にはめてみるか。ちゃんとルーンワードっぽいね。文字列になってますけどね。アンビル、サルベージコモンアイテムレシピ。不要品を解体できんのかな？コモンアイテム？これコモンかな？できた。スクラップになった。アイテムは結構持てそうだね。シンボルってなんだこれ？ドラッグ&ドロップで運べるとか。そんなことないな。それとなんかポーションもらいましたが、何に使うのこれ？バイアル？あれだね。ワールウィンドウにあったラストエポック式のスキルツリー。それをなんかできるっぽいね。で、コモンアイテム以上を解体したい場合は、レベルを上げる必要があるんですかね。それ次に行くか。次はボスウェーブでいいのかな？行ってみよう。おーっと、いけんいけん。で、マップが表示されたままになっちゃった。どうしよう。それ戦うしかない。この野郎。うら。クラッシュブロー。タブか。デフォルト設定で。今私がね、タブをインベントリにしたから。それでこうなっちゃってるんだ。うら。やったー。さあ、クリアで報酬拾っていく。カブト。見た目には反映されないようだね。さらにネックレス。あと鍵ですね。ポータルスクロールってあるけど、ゲーム中に脱出できるのかな？他にも色々もらってますね。フォージで使える？で、画面下にチェストあるぞ。レシピチェスト。いっぱい出てきた。お、ニワトリが拾ってくれるね。スクラップ。これは素材か。これなんだこれ？ジュエル？これも報酬か。ジェム。ジェムは拾ってくれないようだ。とりあえず預けとくか。用途はわからないから。で、お店はないのかな？これがオークションハウスか。噂の。誰か、他のユーザーと取引できる。何も売られてない。誰も売ってないのかな？お店もあるね。不要品は売れるのかな？ライトクリックでお金になりますね。さあ、この調子で、どんどんレベル上げよう。チェンジアリーナ。現状は一番上のみ。一緒だね。このウェーブが10になることで何回なんのかな？なんか、オートソート押すと、売ったものが戻ってくんだけど。大丈夫これ？無限にお金増えたりしない？あれれ？無限、あかん。無限に増える。これはまずい。バグだ。心なしかポーションも増えてる感じがするんだけど。よし、今度は。いっぱい出てきたね。でも数が多い。身動きが取れない。あんまり恋してこないし、こいつら。こいつらもなんか、固まってるよ。俺この野郎。一応これ廃校機なんだ、これ。ボーラー。なんか見た目変わった。カレントウェーブ10分の10で、ニューアリーナに行ける。なんと、景観とちょっと背景が異なるけど、それ以外一緒かな？配置とかはね。新しい敵だ。魔法使いみたいなの出てきた。さあ、本日はここまでですね。こちら気になる方は、ぜひ購入して遊んでみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。